日本史北条時房とその後。北条時房は義時の弟として、また泰時の叔父として鎌倉幕府を陰から支え続けた。北条時房とその後を詳しく見ていこう。北条時房は1175年安元元年、北条時政の三男として生まれている。母は北条政子や義時と同じ伊藤助親の娘だと思われる。15歳で元服して当初は時貫と名乗っている。ところが源頼朝の後を継いだ頼家の近習に、容姿もよく立ち振る舞いも雅やかなのに時貫という名前だけは下品だと蔑まれる。そのため姉の北条政子は反対したが、頼家の提案で時房に改名している。時房は頼家の第一の側近として仕えたが、北条氏の策謀で実朝が頼家に代わって将軍に就任する。すると時房は罰せられることもなく、次には実朝の近習として用いられている。このため時房は時政や義時の命を受けてスパイとして頼家に仕えていたという説が有力である。実朝の側近となった時房は、義時が相模守になったのに続き、1205年元久2年に地鯉下に叙され、遠江守に任命されている。実朝は1209年承元3年には従三位に叙されると、将軍家政所を開設。時房は将軍家政所の中心となって活躍する。1210年承元4年、時房は武蔵守となったが、このことが上総介を望んで義時に拒否された和田義盛が挙兵する援引ともなった。和田合戦で勝利を収めて執権に就任した北条義時は、時房に命じて広大な武蔵野を開墾させている。1218年建保6年、北条政子が熊野三景にこと寄せて上洛すると、時房も随行する。政子は後鳥羽上皇の取り次ぎ役の藤原剣士と会見、実朝の世継ぎに上皇の王子を迎える密約を交わしている。1219年承久元年正月、実朝が鶴岡八幡宮での右大臣拝賀の儀式で興行に暗殺される。実朝の死去で幕府がどのように変化したのかを確かめようと、後鳥羽上皇は実朝の弔問に使者を送った。そしてその使者に上皇の長期の所領である摂津長江と倉橋の地頭の交代を鎌倉幕府に要求させた。政子と義時は、地頭の解任は一生懸命の鎌倉武士たちにとっては一大事と上皇の要求を拒絶する。さらに政子と義時は時房に命じて急遽1000騎の兵を従えて上洛させ、早急に親王将軍の討議を求めている。そのため将軍の第一候補であった頼仁親王の養育をしていた高倉家の人々が幕府の強硬姿勢に激怒する。高倉家の強い反対にあって上皇は親王討議を断念。九条道家の子三虎、後の四代将軍九条頼経を鎌倉へ送ることに決定する。時房は三虎を伴って鎌倉へ帰着している。
実朝の死去で急激に朝廷と幕府の関係は悪化。1221年に後鳥羽上皇が北条義時追討の院宣を下し、承久の乱が始まる。時房は北条泰時と共に東海道大将軍として十数万の軍勢を率いて京都を目指した。宇治川の戦いでは増水した川で多くの犠牲を払いながら渡河して上洛を果たしている。1ヶ月余りで幕府軍が勝利すると、北条義時は後鳥羽、土御門、順徳の三条港を入る。中京天皇を廃位するなどの厳しい戦後処理を行っている。時房は泰時と共に六原短大として戦後も都と西国の統治に当たっている。1224年承応3年、北条義時が急死すると、泰時は鎌倉へ戻り、時房は引き続き京都にとどまった。義時の死後、5歳の伊賀の方が実子の政村を執権に、娘婿の一条実政を将軍にしようとする。政子は泰時を執権に、時房を連署に指名してこの事件を収めた。1225年元任2年には大江広元に続き北条政子も逝去する。時房はナンバー2の連署として甥のナンバー1の執権北条泰時を支え、鎌倉幕府の安定に努めた。時房と泰時の関係を知るエピソードとして次のような話が残されている。1239年延応元年4月、時房が主演を行っていると、泰時が病で倒れたとの知らせが入った。しかし主演をそのまま続けた時房をいぶかった宿老が、なぜ泰時のもとに行かないのかと問いただした。すると時房は、自分がこうして酒を楽しめるのも泰時がいたからである。その泰時にもしものことがあれば、これが最後の主演になる。そのため私は最後になるかもしれない主演の座を外すことはできないのだと答えたという。時房と泰時の固い信頼関係を彷彿とさせる話である。北条時房は1240年任治元年66歳で逝去する。北条時房の生涯は幕府の重鎮として朝廷との交渉など多方面に兄義時と甥の泰時を支え続けた一生であった。